どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は本音と建前についてちょっと話していきたいと思います。皆さんはこの言葉聞いたことあるんじゃないですか？本音というのは自分が本当に思っている気持ちのことですね。本当に思っていること、本音。それから建前というのは本当に思っていること、実際に思っていることを隠したり、自分の気持ちを遠回しに伝えたりすることです。どうですか？皆さんは本音と建前使いますか？例えば建前の例で言うと、仕事の時これできますかって聞かれて、はっきりいえできませんって答えないで、ちょっと難しいですとか厳しいですとか検討しますとか言って、はっきりノーと言わない。こういうことが日本ではよくあります。どうですか？皆さんはこんな経験ありますか？日本人に質問してはっきりノーと言ってもらえなかったことがありますか？他にもたくさん例がありますけど、例えば料理を作ってもらってで食べて、あんまり正直好きじゃないんですけど、ちょっと申し訳ないので美味しいですって言ったりとか、あとは疲れてる時に例えば友達とか同僚に大丈夫って聞かれた時、この時に本当は大丈夫じゃない、本当は疲れてるけど大丈夫ですって答えたり、日本ではこういう本音と建前がすごく一般的なんです。じゃあどうして日本人は本音と建前を使うんでしょうか？正直いろんな理由があると思います。けど僕は相手を思いやる気持ち、相手を気遣うっていうのが理由として大きいんじゃないかなと思います。例えば誰かが料理をしてくれました。僕に料理を作ってくれました。その時、その料理が好きじゃなくても、美味しくないとかまずいってはっきり言うのはちょっと失礼ですよね。はっきり言いづらいですよね。頑張って作ってくれたんですから。皆さんだったら、例えば彼女とか彼氏とかお母さんとかお父さんが作ってくれた料理にまずいって言えますか？ちょっと僕は言いづらいなって思います。他にも例えばあんまり仲良くない、そこまで仲良くない人に遊びに誘われてめんどくさいなって思う時ありますよね。その時にめんどくさいから行きたくないですって正直に皆さんは言えますか？僕はちょっと正直に言うと相手を傷つけるんじゃないかなと思って他の理由を言います。例えばちょっとその日忙しいから行けないですとか、他の予定がありますとか、何かしら理由を言って正直めんどくさいですとは言わないです。こうやって相手を傷つけないために建前は使われているんです。こう聞くと僕は結構日本以外の国でも実は建前を使ってるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？皆さんはこんな建前を使ったことがあるんじゃないですか？特にあまり親しくない人とか知らない人と話すときは、正直なことを言うよりもその場を取り繕うような返事をしたりするのは結構日本以外の国でも一般的なんじゃないかなと思います。ただ日本には親しき中にも礼儀ありという考え方があるので、家族とか友達、たとえ仲が良くても
時々気を使って、時々建前を言うこともあると思います。仲がいい人に対してもちゃんと気を使う。これはもしかしたら日本らしい文化かもしれませんね。もちろん他の国でも家族とか友達に気を使うことはあると思います。でも日本人のこの親しき中にも礼儀ありという考えはすごく独特なんじゃないかなと思います。どうですか？皆さんは家族とか親友とかに対して建前を使ったことがありますか？僕はね、別に本音と建前は日本特有のもの、日本だけのものではないんじゃないかなというふうに思います。ただ、建前を使う範囲とか頻度は日本と外国とちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思います。僕もよく友達に遊びに誘われてちょっとめんどくさいなとかなんか行く気分じゃないかなって思った時に正直にそう言わないでちょっとごめん忙しいとか他の予定があるって言って遠回しに断ったりすることもあります。もちろん正直に言う時もありますけど毎回正直に断るとちょっと気まずくなるんじゃないかなっていうふうに思う自分もいます。本音と建前は相手を傷つけずに上手にコミュニケーションを取るための手段です。なので日本語をね勉強している人は自分の母国語を話す時よりももうちょっと柔らかい言い方とか直接的すぎない言い方に気をつけるとより自然な日本語を話せるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということで、ね、今日は本音と建前について話してみました。皆さんは本音と建前についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパテレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。